京都の仙の杉沢武と言います。今から、イワシと、焼きナスですね。それで、かば焼きの方を作ってまいります。イワシが本当に鮮度が落ちやすいので手早く、自分の体温高い方はたまに自分の手氷水で冷やしながら手を冷たくしながらおろしてあげると鮮度が落ちにくいので、やってみてください。あと竹串ですね。ちょっとおろしにくいんですけど骨を抜くとか食べやすくなるのでぜひ一度試してみてください。山椒醤油ですね。本当に万能だれなんで、かば焼きはもちろんですけど揚げ物とか、天ぷらとかフライにちょっとかけて召し上がっていただいても美味しいのでぜひ作っていろいろ試してみてください。イワシのかば焼きのイワシをおろしていきます。イワシは、魚に弱いって書くぐらい鮮度が落ちやすいので、氷ですね。氷に当てながらできるだけ冷蔵庫に入れて、冷やしながら下処理していってください。イワシはまず、頭を落として鱗ですね。鱗かいてで頭を落とします。水洗いですね。お腹洗います。で包丁でおろしてもいいんですけど竹串とかでおろすと骨も一緒に抜けるので、竹串でおろしていきます。手開きとかでもいいんですけどこれすると骨が一緒に、腹骨っていうんですかね、腹骨が一緒によいしょ抜けられる、こういう感じでこちらに骨がつくので後の下処理が楽になります。ちょっと軽く、脱水ですね。水気出すのと味回すのに薄くだけ塩を当てます。振り地をするときはできれば生鮮塩ですねでやってもらった方が振りやすいとは思いますけど、生鮮塩は塩分がすごい入りやすいのであまり、使わないようにしてください。イワシぐらいだったらもう片面だけ当てたら十分だと思います。こんな感じで、並べて10分ほど置いておきます。そうすると浸透圧で塩が入って水分出ます。あとちょっと下味もつくので臭み消しとかですね、必ずこの一手間やってください。焼きナスを、仕込んでいきます。ナスは、ちょっと落として、下もちょっと硬いんで落としておきます。焼きナスするときにそのまま焼くと膨らんで爆発したりするので真ん中に箸とかでちょっと1本入れといてあげてください。ナスはもう直火ですね。真っ黒になるまで全面焼きます。これぐらい焼けたら一回火止めて、さっき穴からこうやって湯気出てくるんでそうなってきたら、火入ってきてるのであとは、一回止めてで軽く一回氷水を落とします。で普通はこのお水の中でやったりするんですけどそれをするとナスがどんどん水分吸って水っぽくなるんで
きるだけ水につけずに焼いて剥いてあげてください。ちょっと熱いですけど、こんな感じで剥けたらだしにつけます。このだしは、だし9ですね。だし9に薄口醤油1で、煮切ったお酒が 0.5 ですね。それを木合わせですね。火入れずに、合わせたものです。それにつけます。はい、こんな感じでつけて、で焼きなす完成です。それでは、かば焼きの、タレですね。山椒だれ、実山椒の醤油作っていきます。かば焼きといっても普通のかば焼きするんじゃなくて、いわしはちょっと白焼きみたいにして、それにこの実山椒のタレをかけていきます。お酒と砂糖と、濃い口醤油とたまりですね。で、あと実山椒を入れて火にかけます。あと砂糖が溶けたら、一回沸かして、途中ぐらいから火を弱火にしてコトコトにして、だいたい1時間半2時間ぐらいずっと煮詰めていきます。火が強いと吹きこぼれるので気をつけてください。あとずっと強火でやってると火が回ってお酒に火がついて危ないので気をつけてください。ある程度沸いてきたらちょっと火を弱めて、状態である程度煮詰めていって、でまた気泡が細かくなって吹きこぼれそうになってきたら、最後ごく弱火でずっと1時間半2時間煮詰めていって完成です。2時間ぐらい煮詰めたものをですね、それがこんなちょっととろみのついてこんな状態になります。150から 170cc ぐらいまで煮詰めたらこれぐらいの硬さになると思います。ちょっと濃いめの方がお好きでしたらもうちょっと煮詰めてもいいですし、好みで変えてもらってもいいと思います。で、いわしにちょっと打ち粉をしていきます。さっきおろしたいわしに、軽くハケで打ち粉を両面していきます。こんな状態ですね。これを全部やっていきます。できたのがこれです。これで固まったらあとは焼いていきます。それでさっきのイワシですね。火は、中火ぐらいで、はい、焼いてください。ある程度焼けたらひっくり返して両面焼きます。魚は皮目から焼いてください。身の部分も焼けたら最後もう一回皮をパリッと。さっき、焼いて出しつけたナスですね。でそれを出しから上げて、よいしょ、割って、盛り付けて、さっきの実山椒のタレですねをかけて、ナスはもうちょっと味入ってるのであまりかけなくていいので、イワシの方にだけ最後に木の芽ですね。で木の芽を手盛りして、でちょっと周りに散らしてあげて、これで、完成ですね。
これで、焼きナスイワシのかば焼きですねの完成になります。